段ボール箱を N ゲージで再現します。ゴミじゃないのって思われた方、ご安心ください。最後に伏線回収します。皆様こんにちは。地理学出身、そして街の息遣いをジオラマで表現するアトリエモリジです。今回はですね、ゴミを N ゲージで再現したいと思います。うわー来たよって思われた皆様お待たせしました。やっぱり街の息遣いの再現には欠かせないアイテムですよね。短い動画にまとめましたので、最後までお楽しみいただけましたら嬉しいです。川崎府の日常をジオラマで再現しました。詳しくは概要欄をご参照ください。まず最初に古新聞や古雑誌の束の模型化についてサクッとご紹介します。新聞や雑誌の表紙をデータ化して、それをシール用紙に印刷して切り出します。僕最近視力落ち気味なんで、肉眼でも見えるような感じで少しオーバースケール気味に作ってます。そして切り出した新聞をシールの裏の台紙を剥がして、印刷面が表になるように折りたたんで貼り合わせていきます。これ何個か作るんです。そしてその新聞を折っていくんですけど、ちょっと大きすぎたなって時は再現したいサイズに折ってはみ出した部分をカットしました。そして畳んだ面に木工用ボンドを塗って接着をして、その折りたたんだ新聞をまた木工用ボンドで接着をしてって重ねます。何セットか作るんですけど、もしゴミ置き場に置くんだったらそれなりの数、駐車場に無造作に置くんだったらお好みの数だけ作るんですけど、いくつだよって感じですよね。これね、もう場数っていうか雰囲気でしかないんですよね。今度は紐で束ねていきます。100均で買ってきた糸を使って木工用ボンドをですね、手に塗った上で糸に塗りつけて、これね、毛羽を抑えらんないかなって思って工作したんです。そしてもう一回木工用ボンドを手につけて、糸に塗ったら古新聞の束の上にグーって押さえつけるように接着して巻きつけていきました。乾燥したら余分な糸をハサミでカットします。これを縦横で同じように繰り返したら完成になります。子供会の廃品回収の日とかは敷地の入り口に古新聞の束が置いてたりしますよね。そうそう、資源ゴミって古新聞だけだとちょっと嘘くさいじゃないですか。なんで画像は古新聞になってますけど、この一番上のところを雑誌の表紙にしてみたり、あと新聞の別の面を上にしたりしたものを作っています。お次はこちら、段ボール箱を N ゲージで再現します。ゴミじゃないのって思われた方、ご安心ください。最後に伏線回収します。ミニストップでチキン買った時とか、あとマックとかでももらえるんですけど、茶色い紙袋、これと両面テープを使います。その茶色い紙袋に両面テープを貼って切り出していきます。段ボール箱って展開するとこんな形になってるじゃないですか。これを踏まえてですね、工作を進めていきます。再現したい段ボール箱のサイズに合わせて先ほどの両面テープを貼った茶色い袋、もうこれね、もはや茶色い紙なんですけど、それを長方形に切っていきます。そして展開図をイメージしながら切り込みを入れて、長さはですね、この段階で調整しました。そして今度はそれを組み立てていきます。これね、実はね、なかなかですね、簡単には組み上がらなくって、あの手この手を工夫しながら最終的に箱になれば OK なんていう感じでざっくりと箱組みしました。これわざと上を開けてまして、これだけでも住宅の車庫に置いてみたり、上を閉めてですね、店舗の前や脇に置いてもいい感じなんですけど、今回はこの開いた状態で進めていきます。今度はこちらの段ボールのゴミを再現していきます。両面テープを貼り付けた茶色い紙を再び用意します。これを長方形に切り出して、さらにそれをですね、ざっくりと切り出して、またこれざっくりした感じで半分に折っていきます。先ほど作った上の開いた段ボール箱、ここに差し込んでいくんです。ゴミなんで無造作な感じで、でもですね、作業としては気を使いながら、ちょっと言葉としては矛盾するんですけど、丁寧に工作を進めていきます。こんな感じで完成しました。この先はジオラマに設置したゴミくんたちをお楽しみいただきます。凄腕モデラーの愛木さんとの合作を動画化しました。詳しくは概要欄をご参照ください。お待たせしました。僕めっちゃこのコーナー楽しみだったんですけど、ジオラマのゴミ集積所をお楽しみいただきます。それぞれのジオラマの紹介動画は概要欄をご参照ください。この画像みたいにフェンス素材のボックス型のゴミ集積所は郊外のニュータウンとか集合住宅などで見かけました。これ既製品で再現したんですけど、ゴミボックスの中にはわざと何も入れてなくって、回収日じゃないとか回収された後っていう姿を再現しています。中にゴミがあるとないで時間帯とか日程が分かるように作りました。
そして金属製のフェンスで人が入れる大きさの大きいタイプのゴミ集積所もよく見かけます。この集積所は自作したんですけど、こうやってですね、まさに今ゴミを捨てるっていう人を再現するとジオラマに動きが出てくれますよね。中が見えないボックスタイプのものは集合住宅とか店舗で見かけました。そういえば僕札幌に住んでた時にゴミ捨て場こんな感じでした。個人商店のゴミ捨て場とかはモラルがある場所じゃないですか。なんで模型でもボックスの中には燃えるゴミだけとか資源ゴミだけとか同じ種類のゴミだけを中に入れて再現します。でもですね、場所によっては資源ゴミと燃えるゴミが入り乱れて出されてたりとか、ちょっといろんなドラマが起きちゃったりなんてあるじゃないですか。そんなドラマを模型化するのもめっちゃ楽しいんですよね。あと作ったゴミを敷地内に配置するんですけど、段ボール箱とか古新聞の束をフル活用するとこんな感じになりました。そうそう、自治体によっては色のついたゴミ袋が指定されてるなんてこともありますよね。これ札幌市のもので僕が使ってたやつなんですけど、黄色だったんです。このジオラマの舞台の弘前市では緑色のゴミ袋が指定されてるらしくって、模型でも燃えるゴミの緑色のゴミ袋を再現しました。というわけで今回はジオラマでゴミを再現するっていう動画を作ってみたんですけど、段ボール箱を畳んだ模型とか古新聞の束の模型工作をお楽しみいただきましたけど、いかがでしたでしょうか。次回は凄腕モデラーさんの作品紹介かジオラマで再現する暗渠特集のどちらか先にできた動画を公開したいと思ってます。ちょっとまだどちらもできてなくって公開日がまだ未定なんで、ぜひチャンネル登録とベルマーク設定をお試しになられてみてください。今回も最後までご覧くださいまして誠にありがとうございました。また次回皆様とお会いできることを楽しみにしております。ありがとうございました。さようなら。ジオラマ制作担当のアトリエモレジが皆様のオーダーメイドの作品を心を込めて丁寧に制作します。お問い合わせは概要欄のリンク先にあるオーダーメイドお問い合わせフォームからご質問ください。